皆さんこんにちは。ズーガイドです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日も市川市動植物園のパンチくんをご覧いただきます。最近のパンチくんはオランママ離れしてきているようです。お友達と遊ぶ姿も多く見られるようになってきました。大変嬉しいですね。そんなパンチくんの姿をご覧いただきながら、猿の生態についてお伝えしていきたいと思います。ニホンザルのメスは年を取ると仲間との関わりが少しずつ減っていくことがあると言われています。ですが、同じくらいの年齢の仲間がたくさんいる群れでは少し違う様子が見られました。年を重ねたメスたちは家族と毛づくろいをしながら、それとは別に若い頃からずっと一緒に過ごしてきた同年代の仲間のそばで過ごすことが多かったのです。まるで人間でいう幼なじみや昔からの友人のような存在ですね。年を取ったから関わりが減るのではなく、長く一緒に過ごしてきた仲間がいることで、その関係がずっと続いていくこともあるのです。野生ニホンザルのオスは群れで暮らしていても、時々短い時間だけ仲間から離れて単独で行動することがあります。研究ではその離脱は平均およそ68分。オスたちはこの行動を繰り返していました。一見すると群れを離れるのは危険にも思えます。しかし、この行動にはしっかりとした利益がありました。非交尾期には離れたオスはゆっくりと長い時間採食し、特に果実のような限られた食べ物を効率よく手にしていました。群れを少し離れることで仲間との食べ物の競争を避けていたのです。さらに交尾期になると、離脱したオスの多くは他の群れを訪れ交尾を試みていました。群れの中だけでは得にくい繁殖のチャンスを外へ出ることで広げていたと考えられます。特に順位の低いオスほどこの離脱を長く頻繁に行っていました。群れの中では食べ物や交尾の面で不利になりやすい低順位のオスにとって、短時間だけ離れることは不利を補いながら群れの安全や仲間関係という利益を失わない、とても賢い戦略なのです。群れで暮らすことには守られる安心があります。けれど時には
あえて少し離れることが生きる上で大きなメリットになるのかもしれません。高崎山自然動物園のニホンザルには、石を拾ったり転がしたり打ち合わせたりする石遊びと呼ばれる行動が見られます。実はこの行動、ただ遊んでいるだけではないのかもしれません。石遊びは餌がまかれた後に特に多く見られ、餌拾いと行動が落ち着いたおよそ4分後にピークを迎えることが分かりました。餌付けされた群れでは、たくさんの猿が同じ場所に集まり、一気に餌を拾います。そのため、食べ物をめぐる競争や順位による緊張が生まれやすく、特に大人のニホンザルは強いストレスを受けます。そんな時に見られるのが、この石を扱う行動です。石を触ったり転がしたりすることで、群れの中で高まった緊張を落ち着かせているのではないかと考えられています。一方、小猿は大人よりも長い時間石遊びを続けることがあり、こちらは遊びや学習の意味も大きいのかもしれません。大きな群れの中で争いを減らし、うまく共に暮らしていくために、石遊びは猿たちにとって大切な役割を持つ行動なのです。冬の上高地で暮らすニホンザルたちは、夜を過ごす場所にも確かな知恵を持っています。冬の季節に使われた99箇所の泊まり場が調べられ、そのすべてが常緑針葉樹の森にあることが分かりました。葉を落とさない針葉樹の森は、風を和らげ、気温の低下を防ぎ、厳しい冷え込みを和らげてくれます。特に気温が大きく下がる日には、太陽の光を受けやすい南向きの斜面が選ばれ、風の強い日には風下の斜面が使われていました。その日の寒さや風向きに合わせて、最も体力を失いにくい場所を選んでいるのです。さらに冬は雪で移動が難しく、食べ物も限られます。そのため猿たちは翌朝すぐに採食しやすい河原近くの森を泊まり場として選ぶ傾向もありました。寒さをしのぎ、風を避け、次の食事に備える。こうした泊まり場選びには、冬を生き抜くためのエネルギー節約の知恵が詰まっています。厳しい自然の中でも群れで寄り添いながら、最も効率よく命をつなぐ場所を選んでいるのです。森には
季節ごとに様々なキノコが姿を現します。その中には栄養豊かなものもあれば、命に関わる毒を持つものもあります。葉や果実のようにまとまって見つかる食べ物とは違い、キノコは森のあちこちに単独で生え、見つかってもすぐに食べ尽くされてしまいます。だからこそ、ニホンザルにとってキノコは経験を積む機会の少ない特別な食べ物です。ある地域のニホンザルは年間を通して少なくとも67種類のキノコを食べ分けることが分かっています。観察してみると、猿たちはキノコを手に取った後、すぐに口にするとは限りません。そっと匂いを確かめ、わずかにかじり、時にはそのまま吐き出す、まるで安全を見極めているような慎重な検査を行うことがあります。実際、ためらいなく食べたキノコには毒を持つ種類が少なく、途中で口にするのをやめたものには毒キノコが多い傾向が見られました。見た目、匂い、味、そしてこれまでの経験、ニホンザルたちはそれらを総合して安全なキノコを選び取っているのかもしれません。森の中で交わされるほんの一口の確かめ、その繊細な判断の積み重ねこそが野生で生き抜くための知恵として受け継がれているのです。このようにロープが新たに設置されたり、木が植えられたりなど、猿山の環境が変わってきています。猿たちの生活がより豊かになっていくのを見るのはとても嬉しいです。動物の赤ちゃんはなぜこんなにも可愛いと感じるのでしょうか。大きな目に丸い顔、小さな鼻や口、こうした特徴は幼児図式と呼ばれ、本能的に注意を引き、
お世話をしたくなる感情を引き起こすと考えられています。この仕組みは人間だけのものではないのかもしれません。猿に大人と赤ちゃんの写真を同時に見せ、どちらを長く見るかを調べたそうです。その結果、ニホンザルも別の種類の猿も赤ちゃんの写真をより長く見つめることが分かりました。さらに興味深いのは、ニホンザルを見たことのない猿であっても、ニホンザルの赤ちゃんの写真に強く引きつけられたことです。赤ちゃんらしい見た目は種を超えて共通する気になる特徴になるのかもしれません。私たちが感じる可愛いという気持ち、それは子供を守り育てるために生き物に備わった大切な仕組みなのかもしれません。パンチ君に共感が寄せられるのもそういった理由からかもしれませんね。ニホンザルは喧嘩の後や緊張した場面で関係を和らげる行動をとることがあります。その一つが互いに抱きつく抱擁行動です。一見すると同じように見えるこの行動ですが、実は地域によってやり方が異なることが分かってきました。ある地域では正面から抱き合い体を大きく揺らすのに対し、別の地域では横や後ろから抱きつき、揺らす代わりに手を握るような動きを見せます。さらに別の地域では、こうした特徴が組み合わさった形も確認されています。興味深いことに、そもそもこの抱擁行動がほとんど見られない群れも存在します。同じニホンザルでも緊張をほぐす方法には違いがあるのです。こうした違いは生まれつき決まっているのではなく、群れの中で学ばれ、受け継がれている可能性があります。人間の文化のように、猿たちの社会にも地域ごとのやり方が存在しているのかもしれません。先週は投稿ができず申し訳ありませんでした。YouTube の撮影や編集は想像以上に大変で、仕事をしながら休日に準備を進めるのはなかなか根気のいる作業だなぁと感じています。YouTuber の皆さん、どうやって動画を上げているんでしょうか。とても尊敬します。それでも皆さんが楽しみにしてくださっていると思うと、とても励みになります。コメントはすべて
拝見しています。たくさんの温かい言葉や改善のアドバイス、本当にありがとうございます。少しずつですが、これからも良い動画になるよう改善していきますので、気長に見守っていただけたら嬉しいです。また、海外からご覧いただいている皆さんも本当にありがとうございます。今回は自動翻訳の字幕設定も行ってみました。問題なく見られているでしょうか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。このパンチくんの動画では手ぶれが大きいことがあります。園内では自撮り棒の使用が禁止されているため、ジンバルを持ち込むことができません。撮影中に手が震えてしまうこともありますが、ご理解いただけますと幸いです。これからもこのチャンネルを温かく見守っていただけたら嬉しいです。最後に、この動画が良かったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしてます。